ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。共通点は何だろう？早速確認しよう。私は建設会社の社長です。社長といっても、父親の後を継いだ小さい建設会社の社長です。設計から建設、取り壊しまで何でも請け負っています。これは私が請け負った仕事で体験した話です。今から10年ほど前、私はとある古びた家屋の取り壊しを請け負いました。取り壊しの依頼をしてきたのは、持ち主の A さんです。A は両親が亡くなり、土地と家屋を相続したそうですが、すでに別に家を建てて家族と生活を送っていました。そんな A 宅を設計し建てたのも、私です。A と私は幼馴染で、A の家は昔からの資産家でした。私と A はなぜか気が合い、小学校から仲が良く、別々の大学へと進学しても連絡を取り合い遊びに行っていました。20代の若い頃には、一緒になんかもしに行った仲です。先に A が結婚しましたが、私が父親の後を継いで建設会社を経営していると知ると、それを機に自宅の設計建設を依頼してきました。私にとっては初のお仕事だったので、気合い入れて仕事をしましたね。A の自宅は、私にとっては思い出深い自宅です。ある晩、A が私の自宅へ訪ねてきて、久しぶりにお酒を飲みながら思い出話をしました。その時に相続したものの誰も住んでおらず、廃屋となっている生家を取り壊してほしいとの依頼を受けました。その数日後、私は早速 A の生家を取り壊すために下見へ行きました。さすが、資産家の生家です。私の頭の中にあった記憶より少し古びていましたが、改めて見ると豪邸でした。荷物はほとんど置いたままで、2階の渡り廊下には大きな姿見の鏡もありました。昔は何度も A の生家へ遊びに来たことはありましたが、誰も住まなくなった廃屋の豪邸はどこか薄気味悪いものでした。一通り部屋のチェックも終わり、帰宅しようとした時でした。女性の声で、助けて。と、どこからか聞こえました。びっくりした私は、誰かが勝手に入り込んで、事故にでもあったのかと思い後ろを振り向きました。そこには姿見の鏡があり、鏡の中には若い女性が立っていました。ありえないのですが、部屋には女性などいません。鏡の中にだけいたのです。彼女は苦しそうに何度も、助けて、と訴えてきました。怖くなった私はその場を急いで立ち去り帰宅しました。帰宅してから、ただの見間違いだ、と言い聞かせた私は、A に連絡を入れ翌日の夜に会う約束を取り付けました。次の日の晩に A と、居酒屋で、生家の取り壊しについての打ち合わせを行いました。あれこれ話をしながらお酒が進んでいくうちに、私は気になっていた姿見の鏡について尋ねてみました。A は、鏡は生まれた時から母屋と離れをつなぐあたり廊下に飾ってあり、特に必要はないので処分してくれ、と話していました。一応私は姿見の鏡に映った女の話をしましたが、A は何かの見間違いではと笑って取り合いませんでした。私はまず、取り壊しの前に必要ない荷物の処分を先に行おうと思い、3日後に社員10人で A 実家にトラック5台で行きました。荷物を次々と運び出して順調に進んでいたのですが、急に社員の一人がすごい悲鳴を上げたので私たちは駆け寄りました。悲鳴を上げた社員は例の鏡の前に降り、何があったか聞いてみると、鏡に少女が映り家を壊すのをやめてと言った。のだそうです。私は携帯電話で A に姿見鏡の前で起きている事件を話しました。すると A は、今会社が大変な状態なので、後から折り返す、とただごとではない感じで、すぐに電話を切られました。とりあえずその日は、私たちも現場を引き上げました。夜、A から電話がかかってきました。話を聞くと、
A の会社は実家を取り壊すと決めた日から、徐々にトラブルが発生し、私が荷物の運び出しを行った日には、大口との取引がダメになる状態でした。さらに、A の奥さんと娘さんが病気で入院する事態になったそうです。私は A に、あの姿見鏡は先祖代々の守り神ではないのか？あの実家に、住んでいたいのではないか？と伝えました。すると A も納得したようで、実家の建て直しと、今住んでいる住宅を借家にすると決めました。それから A の実家は綺麗にリフォームをしました。私と A は完成した実家をチェックしていると、姿見鏡の前でどこからか、ありがとう。と聞こえてきました。A も私も、その時ほっとしたのを覚えています。それからです。A の会社の事業は回復し、奥さんと娘さんもすっかり体調が回復して退院しました。私の事業も軌道に乗り、結婚して一男一女を授かることができました。A とは家族ぐるみの付き合いを続けて、すべてが順調に進むようになりました。私はこれで全て丸く収まった。そう思っていました。しかし A はその後、精神的に不安定となり、ノイローゼになって亡くなりました。奥さんは怪我や病気が絶えず、ついに寝たきりです。娘さんは行方不明で、今も見つかっていません。私が奥さんの病院へお見舞いに行った時、彼女はこう言っていました。私たち家族は、あの姿見にいた何者かに殺された。私は大きな間違いを犯してしまったのでしょうか。A の成果はやはり取り壊すべきだったのではないかと考えると、今では悔やんでも悔やみきれません。一見するとリフォームによって、一度は丸く収まった美談に見える。そうだね。だが結末の破滅があまりにも凄惨だ。幼馴染はノイローゼで死亡。奥さんは寝たきり、娘は行方不明。典型的な、鏡の怪異による擬態とは名だな。やっぱり姿見に映った女性がキーだよね。最初は助けてって苦しそうに訴えられて、解体を始めたら家を壊すのをやめてって。そして最後はありがとうって聞こえて。あの姿見にいたものは、最初から先祖代々の守り神ではなかったんだ。解体には訴えを見せ、リフォームで安堵したのは、極上の餌場を維持するためだろうか。じゃあ、ありがとうっていう言葉は、考えたくもないね。こうなるなんて、誰にも想像できないだろう。良かれと思って提案した語り手も、最後にこぼさざるを得ない結末だ。一人の夜は怖くて、自宅であっても気味が悪く感じることがあります。子供は怖がるので、こういった話は避けるよう努めてきました。その夜は家族がたまたま誰も帰らず外泊でした。一年に一度あるかないかのタイミングです。夕方に早々と食事とお風呂を済ませ、私は寝室でテレビを見ていました。トン、トン、トン、不意に軽い足取りで、階段を降りる足音がしました。体が緊張でこわばります。誰もいないはずなのに、心臓の鼓動が激しくなるのを無理やり落ち着かせます。子供じゃあるまいし、何を慌てて、どうせ空耳だと自分に言い聞かせます。足音は階段の途中で止まったきり、上に戻るのか、このまま下に降りるのか、気にしてはいけない、聞かなければ良いのだと思って、私はスマホのイヤホンを耳に挿してお笑い番組を見始めます。それでもやなりはイヤホンを通して聞こえます。木造の家屋ですから、やなりは当たり前のことです。天井からダン、と重たいものが落ちたような音がしました。背中に汗が滲みます。天井のやなりは、普段からよく聞こえます。大したことじゃない。ビクビクしながらトイレを済ませ、早々とベッドに入りました。部屋を暗くしないと眠れませんが、明かりを消すのは怖いのです。結局寝れず、私は不安を取り除くために、意を決してベッドから起き上がり、階段のライトをつけました。階段の中ほどには、黒い人影がいました。影は、家の裏の戸建て住宅に一人で暮らしていた男性でした。彼は姉により変死体で発見されていました。自殺ということになっています。
近所に親戚もいますし、私とは関わりがなかったのですが、なぜここに来たのでしょうか。叫んだところで、この家には誰もいません。ところがその時、私は不思議に落ち着いていました。なぜかわかりませんが、人影の正体を確認したら怖く感じなくなったのです。彼をしばらく見ていましたが、ただうずくまっているだけです。まあ良いかと思って電気を消し、ベッドに入ると朝までぐっすり安眠しました。翌朝、娘が朝に帰って、夫は昼頃帰ってきました。夕食を食べ終えて片付けをしながら昨晩のことを思っていた私は、話題がてら気軽に口を開きました。そろそろ引っ越さない？なんだよ、突然。夫は言い終えた後、理解したのか怯えた顔をしました。話さなくていい？なんか出たのか？いい、話さなくてもいいから。今度のボーナスで引っ越そう。私を一番理解してくれているのは夫です。私が見えると告白したら、意外にも信じてくれました。夫は見えないがゆえ、話を聞くと想像が膨らみ怖くなるといつも言っています。ねえ、この家何がいると思う？いいから、話さないで。前からおかしいなとは思っていたんだ。君が話さないから言わなかっただけで。何か、動物よりも重い奴が天井裏にいる気がする。見えなくても音は聞こえる。壁に変な影が。いや、やっぱりなんでもない。私たち家族はいつもこんな風に引っ越しをすることがあります。夫は、今度はさ、狭くても新築にしよう。と晴れやかに言っています。前回暮らしていたアパートは、例の通り道になっていたので明確でしたが、今の家には何が起きているのかわかりません。新築にだって土着の霊がいることがあるとは、夫には言えませんでした。誰もいないってわかってる家の中で、あんな出来事に遭遇するなんて、想像しただけで寒気がするよ。怪異のずる賢い部分も垣間見えたな。正体が分かって安心した、と語り手は語っていたが、それは錯覚だ。怪奇現象なのには変わりないよね。霊が放つ陰の気によって精神を麻痺させられていたな。旦那さんは見えないけど音や気配を感じてて、ボーナスで引っ越そうっていうくらい、即決するほど限界だったんだね。新築にだって土着の霊がいることがある。語り手のこの言葉に改めて気づかされたな。何か思うことがあったの？家という空間がある限り、可能性や運に左右される。誰かが次に引っ越す新築の家が、本当に安全で、まっさらな土地だという保証は、きっと、どこにもないんだ。これは私が、今のマイホームに引っ越してきてから、2ヶ月ほど続いた不気味な話です。念願だったマイホームを手に入れた私は、妻と2歳になる娘と新しく始まる生活に胸を躍らせていました。友人を招いてホームパーティーをしている時も、友人から、娘さんもよく洗っている。新しい家が気に入ったのかもしれないね。と言葉をかけられ、幸せの絶頂を味わっていました。私の娘は人見知りが激しく、新しい場所での生活で、体調を崩したりはしないだろうかと正直不安でしたが、友人の言う通り引っ越ししてからは機嫌が良さげです。娘も少しは大人になったのかな？などと、その時は変化を気にしていませんでした。ところが、娘の様子が明らかにおかしくなっていきました。何もない空間で、何かを目で追っていたり、びっくりしたような笑みを突然浮かべたり、一度や二度だけではなく日常的に起こると、さすがに妻も不思議に思ったようです。何が面白いのだろう？テレビをつけているわけでも、何かあるわけでもないのに、私たちは次第に不安を覚えました。まさかとは思いましたが、私はオカルト的なことを考えていました。霊に関しては他人事であまり信じてもいなかった私ですが、そんな不安が現実となる出来事が起きてしまいます。私が職場で仕事をしている最中に、妻から電話がかかってきました。一人で遊んでいた娘が、消えた。
妻はもうパニック状態で涙ながらに話します。外出などしておらず、突然家の中で消えたと。普通ならばそんなこと、信じられるはずもありません。出先で迷子になったならわかりますが、一緒に家にいて消えた、と言って信じてくれる人がいるでしょうか。ましてや、娘はまだ小さく、一人で家を出て遊びに行くなどもありえません。私はパニックになる妻を電話で落ち着かせ、職場からすぐ家に戻るからと必死に説得しました。上司も私の様子に危機を察してくれたらしく、すぐに仕事を切り上げて会社を出ようとすると、再び妻から着信が来ました。娘がいた。さっきと何も変わらず、一人で同じように遊んでいる。その声は震えていました。結局その日は仕事をそのまま切り上げて、妻から詳しく状況を聞いてみます。娘は一人で遊んでいた。目を離したらいなくなっていた。20分くらいは、本当に家中どこを探しても姿がなかった。その顔色と説明している口調からは、とても冗談を言っているようには思えません。私は背筋には、嫌な汗が滲み出ていました。この状況を友人に相談してみると、家を建てた時のハウスメーカーに、過去に土地で何かなかったか聞いてみてはどうか。とアドバイスをもらったので、藁にもすがる思いで当時の営業担当に調べてもらうことにしました。すると、30年ほど前に近くの土地に住んでいた家族が、無理心中をしていたと報告が出てきました。家族構成も娘の年齢も、今の私たちと同じくらい、幸せを胸に引っ越してきたものの、当時のバブル崩壊の波に飲まれ、家族揃って命を絶ったのだと推測しました。その出来事を聞いて、妻も私もなぜか不思議と、納得した感じがしました。無理心中で亡くなった家族のことを思うと、悲しい気持ちでいっぱいになります。命を絶つ決断をするまで、一体どれだけ苦しんだのでしょうか。除霊などの知識はない私たちですが、お線香と合唱は毎日行うようにしようと決めました。すると娘の気候もなくなっていきました。今でも我が家の習慣として、お線香と合唱は毎朝続けています。幸せでありたいという思いは、誰しもが願うことでしょう。しかし幸せの裏では、ひょっとするとどこかで苦しんだり、不幸があった人がいたかもしれないということを、忘れてはいけないのかもしれません。幼い娘さんが日に日に変わっていく様子。本当に心が落ち着かなかったと思う。そんな中で、20分間も完全に姿を消しちゃうなんて。目を離した隙にクローゼットに隠れていた。そんなエピソードならほっとできただろう。お母さんからしたら狂うほどの恐怖だね。かつてこの土地で無理心中した。語り手たちと同じ構成の先住家族。自分たちの失われた幸福な時間を再現するために、一時的に彼らの領域へ拉致していたのかもな。お線香と合唱を毎日続けることで、気候は収まったみたいだけど、何か気になるんだよね。死者へ毎日祈りを捧げることで、彼らを住人として正式に受け入れてしまった。大体こんな感じじゃないか？それかも。壁を新しくしようが、毎日祈ろうが、一度家の中に侵入した過去の因縁や怪異を、完全に排除することなんて不可能なんだ。今回はどの話も、安全なはずの家という場所が、生きている私たちだけのものじゃないってことを、思い知らされる嫌な内容だったね。あまりに正直な感想だな。カノンの感情を揺さぶることができて、語り手冥利に尽きるだろうな。語り手さんはそんな気持ちで投稿してないと思うよ。はぁ、今夜ちゃんと眠れるかな。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。